とあるプログラミングコンテストを5分で解説するぜ。これまだやってたの？今回が最後。じゃあ、逆にしない？そうだな。1問目。小文字アルファベットの文字列が12個入力されるよ。1から12の番号がついてるから、番号と文字数が同じやつが何個あるか数えてね。月の名前だとセプテンバーだけだな。フォアが使えれば問題ないだろう。if だけでもできなくはないかな。っていう塩梅の問題として出したぜ。2問目。A から Z のキーが1個ずつ一列に並んだキーボードがあって、キーの配列が入力されるよ。右手人差し指を A のキーに置いてスタート。ここから、ABCDE ってアルファベット順にキーを押してく。Z まで押すのに合計でキー何個分の移動が必要？とりあえず A から Z までのそれぞれの位置をまとめておく。それで、B の位置から A の位置を引いてマイナスは捨てて、C の位置から B の位置を引いて、で25回やった結果を足す。もっと適当に A から Z まで毎回検索しても別に良さそうだね。この問題の原案も私。3問目。長さ N の整数の列が2つあるよ。要素を1つずつ選んで足してみる。この結果は最大でいくつになる？ N は最大50万で、制限時間は2秒。制限時間がなければ、選び方を全部試せるな。まあ N が50万の時に2秒で終わるわけないけど、C++ なら20億周くらいいけそうだが、2500億は無理だな。まあ2つの選択は絡み合ってないから、個別に最大値を選ぶぜ。4問目。辺に重みがついた有効グラフがあるよ。ああ、有効グラフってのはこういうオブジェクトのことだぜ。頂点に整数を書き込むけど、それぞれの辺について、根元の頂点に書き込んだ数に辺の重みを足すと、先の頂点に書き込んだ数にならなきゃダメ。こんな書き込み方を一つ作ってね。不可能な時は、無理な入力は来ないよ。辺や頂点は最大20万個。実際にやってみるぜ。とりあえず、ここに0と書く。ここから辺が出てるから、こっちに0足す30で30と書く。フォーカスをこっちに移すと、辺が入ってきてるから、ここに30-20で10と書く。フォーカスをここに移すと、ここから辺が出てる。がここにはもう書き込んでたな。という感じで、まあ普通にやればいいぜ。これが深さ優先探索ってやつだね。再帰関数で実装するのが楽。だが Python だとパフォーマンス上の懸念がある。このくらい単純なら大丈夫だけどな。5問目。選挙があって、N 人の候補者に合計で計票が投票されました。上位 M 人が当選。今開票中で、候補者たちの今の票数が与えられます。それぞれの人について、最低であと何票入ったら当選確実になるか求めてください。すでに当確なら0ってことだな。逆に残りの票を全部取っても負けならマイナス1って言ってね。ちなみに同点で並んだら全員当選だよ。候補者や当選者は最大20万人、票はたくさん。とりあえず候補者を票数の小順に相としておく。一人一人個別に考える。例えばもしあと50票入れば当確になるなら、51票入っても当確になるので、二分探索が使える。つまり、例えばあと50票入ったら当確かが分かればいい。まず、この人が現時点でトップ系に入っていない場合は、現時点でのトップ系の得票数と、彼の得票数足す51を比べる。1位と2位にはまだ負けてて、3位と4位が伸びたら負けるね。この負けるのに必要な合計票数を計算して、未開票の票数マイナス50より多ければ当確と言える。これは、票数の累積和を取っておけば、もう一度二分探索して合計すべき範囲さえ分かれば計算できる。誰に最初に負けるか分かればってことだね。コードは説明欄に載せたぜ。ああ、トップ系にすでにいる人の場合は、自分より上位の人と、自分より下の系足す1位までの人について同じことをする。6問目。N 種類のアイテムがたくさん売られています。それぞれにハッピーポイントがついてます。でも同じのをたくさん買うと下がります。具体的には同じのを X 個買うたびに X の2乗ポイント下がります。予算 W 円でできるだけたくさんポイントを取ってください。N と W は3000まで、ポイントはたくさん。動的計画法を知っていることを想定させていただく。知らなければ過去に説明したので見てほしい。さて時間を気にしなければ動的計画法をそのまま使って解ける。要するに種類ごとに何個買うか全部試すんだね。1円のアイテムがいっぱいあるとループが3000の3乗収しちゃう。だが同じ値段のアイテムを事前にまとめてしまえば、1円の処理が1回で済むので助かってしまう。今日は級数のあれか。同じ値段のをまとめる部分は、同じ種類の1個目は1点減点、2個目はマイナス3点、3個目はマイナス5点、とボール自体を減点すれば、1個ずつ貪欲に選んでいい。7問目。平面上に黒い点と白い点が N 個ずつあります。黒と白のペアを N 個作ってそれぞれ線分で結んでください。線分同士が交わっちゃダメです。3点が同じ直線上にあることはありません。
無理なら無理と言ってください。N は300まで、座標は小さめの整数。唐突だが、ペアごとの2点の距離の合計を最小化してみる。唐突だね。これはマッチングっていう有名問題で、解法は AI が知っている。まさかこれが元の問題の答えでもあるとか。あ、もしクロスしてたら、そこだけ付け替えれば短くなるから、合計が最短なわけないね。以上、ご視聴ありがとうございました。